おはようございます。今週も人間をやります。日曜スケボーしてる時にジャンプしたら首を痛めてしまって、昨日パソコン作業してる時とかもめちゃくちゃ辛かったです。でまだ結構痛いんで今日もスケボーやめときます。2日連続休んでしまうんですけど、絶対体の方を優先しないとあかん。前の家に住んでた頃のことを思い出しましたね。前の家作業環境整ってなかったから、もういつもこんな感じで作業してたんですよ。もうやから首と肩が常に痛くて、でこの家に引っ越してきて作業環境を整えてからは治りましたね。で首とか肩とかね全然痛くならないんで、ストレッチ結構サボっちゃうんですよ。で数ヶ月に1回ねこんな感じで首を痛めてしまうっていう、やからやっぱりストレッチしとかなあかんな。で2日前からねめっちゃ首のストレッチしてます。でも痛み止めと湿布がなくて早く治したいんで、この後病院行きます。荷物がいっぱい届いてるんで開封します。この2つは同じ人が送ってくれたやつですね。でもしかしたらこれもそうかな。オイルサーディンですね。じゃあ次こっち、オートミール。これはまた別の方から送られてきたやつですね。これは Amazon のギフト券ですね。そしたら次これ開けます。オイルサーディンとオートミール2つ目ですね。3名の方送っていただき本当にありがとうございます。このオイルサーディンめっちゃ好きなんですよね。で僕もう米がないんで今日買いに行こうかなと思ったんですけど、オートミール送っていただいたんで、やっぱしばらくはオートミールで生活しようかな。湿布と痛み止めだけじゃなくて筋肉の緊張を和らげる薬ももらいました。昼ご飯です。オートミールに納豆とキムチ混ぜたやつと冷ややっこと大豆のトマト煮です。はい、こちらキャップウォッシャー買いました。キャップをこれに挟んで洗濯機で丸洗いできます。どうやって開けんのやろ。開いたっぽいな。こことこことここの3箇所でロックできるみたいですね。僕最近キャップをしょっちゅう手洗いしてて、さすがにめんどくさいんでこれ買いました。今から使ってないものを処分したり売ったりしたいと思います。いるもんいらんもん分けてたんですけどめっちゃ大変です。クローゼットの中かなり綺麗になりました。すごい量のゴミが出ました。いや僕どんだけいらんもん持っててん。であと最初に買ったこのスケボーも捨てます。これ外れへんやん。どうなってんねん。確かにネジは回ってんねんけどな、全然抜けへん。てかこれ粗大ゴミに出したらこれ別に解体する必要ないんか。燃えるゴミに出せるんですけど多分ゴミ袋に入んないんですよね。いやでかいゴミ袋やったらギリギリいけるかな。ただゴミ袋に入ったとしてもこれを外さないと捨てられへん。昨日久しぶりにドレッシング買いました。たまにはねちょっと違う味も食べたくなりますね。でこれちょっと自分で作るの難しそうやし、ちなみに野菜はレタスとトマトだけですね。このドレッシング結構うまいです。おー、見てこのイワシの身のでかさ。これは何回食べてもうまいな。メルカリでこのキャップとレジャーシートと本売ります。あとカメラ買った時についてたこのケースも1回も使ってないんで売ります。だいたい2000円ぐらいで売れるっぽいです。約2ヶ月ぶりにヘナで白髪染めます。めんどくさいからなかなか染めれてなかったわ。ちょっとお湯入れすぎたかもしれん。いやちょうどいいぐらいか。今の時期に染めるの暑くてそれも嫌やねんな。これがユニットバスやからかもしれんけど、ちょっと熱くしすぎたかも。
まあ、でも暑い方がより染まりやすくはありますね。いやー、2ヶ月染めてないんでもう白がめっちゃ多くなってます。めっちゃ早く塗り終わった。10分は絶対かかってないわ。Tell us more about Salamance's appearance. Do you think there was anything unusual about it? おはようございます。キャップとカメラケースと本が売れたんで発送します。キャップが4000円で、カメラケースが1800円で、本が1500円で売れました。いや、全く同じシャリやん。暑すぎる。汗やばい。自転車降りるときにペダルに思いっきりかかとぶつけて怪我しました。怪我の仕方がもうわけわからへん。なんでスケボーじゃなくて普通に生活してるだけで怪我すんねん。僕ね、かなりどんくさいんですよね。だからもう普通に生活してるだけでこういう怪我結構したりするんですよね。首の痛みは昨日よりはだいぶマシになりましたね。今首のストレッチが終わったら紫パーク行きます。今南千里駅の近くなんですけど、この辺綺麗やしめっちゃ住みやすそうやねんな。明日スケボーのスクール行こうかなと思ってたんですけど、明日明後日雨っぽいんですよね。やから2日連続でスケボーできひんかもしれへん。もう地図見んでも余裕で行けるようになりましたね。この辺にめっちゃ自転車集中してる。あっちもうすでに汗だくや。紫パーク到着。今日は2時か3時ぐらいまで練習します。今んとこ僕以外に1人だけいますね。いつも平日昼間はこんな感じです。屋内で練習しても汗こんだけかきますからね。休憩します。もう今日はコンビニ飯にします。して登録してください。お支払い方法をお選びください。スケボーが楽しすぎて休憩あんまりいらないんでサクッと食べます。帰ります。やっぱ紫パークめっちゃ快適。ここのサンディでアイス買います。気持ちいい。Carlos gym badge. Their friend Shauna has invited them to.
晩ご飯はオートミールにキムチと納豆を混ぜたやつと鶏胸肉とブロッコリー茹でたやつと冷ややっこです。今日は結構早く帰ってきたんですけど、白髪染めしてたんで晩ご飯食べるの結構遅くなっちゃいましたね。でもまだ8時か。今天気予報を見たら明日の朝は曇りになってますね。じゃあ明日朝スケボーしに行けるわ。で、明日の夜から明後日の昼までずっと雨っぽくて、僕明後日の朝ヨドバシにポケモン予約しに行きたいんですよね。電車で行くしかないか。おはようございます。天気予報を見たらね、8時から雨予報になってるんですよね。うわー、行ってもすぐ雨降りそうやな。このレジャーシート1800円で売れました。昼ご飯です。今日ちょっと眠すぎるんでご飯食べたら寝ます。やっぱスケボー長時間練習した次の日はかなり寝ないと体の疲れが取れないです。9時間ぐらいは寝たいもんな。ただ7時間とかで目覚めちゃうんですよね。やから分けて睡眠取るしかない。めっちゃ眠たかった。昼寝した直後ってなんであんな体重たいんですかね。1時間ぐらいは寝ました。このメリノウールの T シャツ2枚とも売ります。ちょっとだけ毛玉ついてるんで取ります。この T シャツはあんま毛玉ないな。ユニットバスの換気扇がホコリまみれなんで掃除します。まずこれ外れんのか。なんかややこしいな。開けることはできるんですけど、なんか金具みたいなのがついてます。ティッシュで拭き取るか。これでめっちゃ綺麗になるわ。てかティッシュがボロボロになるから雑巾で拭いた方がいいな。この T シャツで拭きます。めっちゃ綺麗になる。ただのホコリやからな。オッケー、こんなもんでいいかな。結局全然雨降ってないやん。いったー、最悪や。この角に足の小指ぶつけた。ポテチ食べながらワンピース見ます。今英語で見てんのは空島編なんですけど、日本語でエッグヘッド編も見たいねんな。てかエッグヘッド編途中まで見てんねんな。うまこれ。今日は久しぶりに唐揚げ作ります。唐揚げ作る時に生のニンニク使うの初めてです。今までチューブのニンニクでしか作ったことなかったんですよね。 OK、 これで20分ぐらいつけておきます。続いて水菜のサラダ作ります。結構短めに切った方が良さそうやな。こんなもんかな。冷しゃぶの時とかはね、これの 1.5 倍か2倍ぐらいの長さで切ってるな。なんか思ったより少ないかもしれん。で、ここにツナ缶入れます。僕ツナ缶買ったんこれが初めてかもしれん。塩昆布2つまみで、白ごま大さじ2ですね。でまたニンニク。これめっちゃ切れ味いいから指切らんようにしな。でもいつも指が当たる前に先に爪が当たりますね。あとはごま油。これで混ぜて完成です。めっちゃいい匂い。これは絶対うまいやつやな。うまいです。酒にもめっちゃ合う味やわ。鶏肉揚げていきます。熱っ、てんめー。片栗粉多めにしたからか見た目があんまり良くないですね。少ない時はめっちゃ綺麗に作れんのにな。というわけでいただきます。サックサクですね。でもいつも作ってるやつの方が好きかもしれん。
てかちょっと衣焦げてるわ。長く揚げすぎたか。めちゃくちゃうまかったらこれビール飲んでましたね。最後にオートミールと冷ややっこ食べます。台風の中心より東側にですね、活発な雨雲が。いつの間にか台風発生してんねんけど、しかも明日の朝ぐらいに大阪らへん来ますね。やから明日雨なんや。じゃあヨドバシカメラ行くのやめよう。結構雨降りそうやし。てかまあヨドバシ行ってもね、ポケモン予約できるか分かんないんですよね。まあなんかいろいろ調べてたんですけど、めっちゃ朝早くから並ばなあかんっぽいし、もうなんかそういうのめんどくさいから発売日に買えんくてもいいや。他の店でもね予約できるんですけど、なんか条件があったりとかするんですよ。それもまためんどくさいね。おはようございます。めっちゃ寝た。常温の水やとすぐ溶けるけど、冷たい水やとすぐには溶けへんねんな。溶けたな。もう雨も止んでるんで、昼からはスケボーできそうですね。熱っ。昼ご飯は鶏胸肉茹でてポン酢かけたやつとスクランブルエッグと冷ややっこです。氷作るの忘れてたんで、凍った鶏肉でやけどしたとこ冷やしてます。氷より溶きにくいからこっちの方がむしろ冷やしやすいわ。いつも鶏肉茹でるときやけどしそうになんねんけど、今日はほんまにやけどした。やっぱ丁寧に入れた方がいいですね。雑にやったらあかんわ、危ない。昼ご飯食べたらスケボーしに行きます。そしたら今からスケボーしに行きます。雨のせいで椅子がびっしょびしょに濡れてるから、もうズボン濡れてる。まあどうせ汗かくからいいけど、もう晴れてきましたね。雨上がった直後やからまだ誰もいないんですけど、まだ水たまり残ってるな。練習始めた瞬間雨が降ってきたんで、屋根があるところに避難してきました。スケートパークができる前は中学生たちがよくここでスケボーしてましたね。この階段を飛び降りたりとか、あとはそっからここに飛び降りたりとかね。ここもジャンプで越えてんの見た気がするわ。スケボーっていうのはもともとこういう街にあるものを使って遊ぶものなんでね。でもこの棒に引っかかってこけたら重くそ怪我するやろな。ここら辺はだいぶ晴れてきました。もう雨降らんといてくれよ。さあ練習再開します。まだ今日3分ぐらいしか練習してないわ。暑っ、汗やばすぎる。スタバで涼んでから帰ります。店内冷房効きすぎて寒いんでテラス席で飲みます。てか今ね、僕が YouTube でよく見てるスケボーの動画にいつも出てる人が来てます。当たり前やけどめちゃくちゃうまいですね。てか僕スケボー始めてから思ったんですけど、スケボーの界隈ってめちゃくちゃ狭いんですよね。その僕が動画で見てる人が今4人で来てるんですけど、他の人も僕見たことあったもん。それは動画で見た人もいるんですけど、ここのスケートパークで見たことある人もいました。であとは他のスケートパークで見た人を別のスケートパークで見たりとかね。というかね、普通プロと一緒の場所で練習することってないじゃないですか。野球とかサッカーとかやっててね。でもね、スケボーは練習する場所が少ないからか、プロの隣で練習するみたいなことがねよくあるんですよね。帰ります。荷物開封します。僕 Amazon プライム解約したんで安易に Amazon 使えなくなりました。はい、こちら無印良品のファイルボックス2つ買いました。これでクローゼットの中にある書類をやっとまとめられるわ。スケボーは粗大ゴミに出すことにしたんですけど、捨てれんのが9月28日ですね。捨てんのに400円かかります。ここには電化製品の説明書とか保証書入れとこう。でここに領収書を入れると。いやだいぶすっきりしたな。キャップウォッシャー使って洗濯してみたいと思います。曲がってるつばでも使えますね。ただちょっとだけ広がっちゃってる気がする。だから洗濯した後すぐ取り出さなあかんわ。がっちり固定されてるんで型崩れとかはしなそうです。外れてないな。ちょっとここシワシワやけどな。伸ばして乾かしたら大丈夫かな。今日もこのサラダ作りました。おはようございます。準備してスケボーしに行きます。
は？何やねんこの汚れ。まあいいや、どうせまた洗濯することになるし。快晴気持ちいい。晴れてるおかげで湿度がちょっとマシかもしれん。今んとこめっちゃ人多いわ。帰ります。今日全然あかんかった。昼ご飯です。めっちゃ寝てました。今から歯医者行きます。マジで今日天気良すぎ。涼しくなったら歯医者も自転車で行こう。歯医者終わりました。で今日はね、クリーニングじゃなくて虫歯の治療してもらってたんですよ。10年前に虫歯治療してて、で銀の詰め物入れてたんですよ。でもその詰め物の中に虫歯できてるかもしれへんし、もう銀の詰め物もセラミックに変えたかったんで、今日やっと外してもらったんですよ。でそしたら虫歯あんまり進行してなかったんで、治療すぐ終わりました。でセラミックの詰め物の料金はね、今日払ったんですけど71,500円もしました。めっちゃ高い。で今日は左の治療したんですけど、あと右もあるんですよ。やから14万円もかかるんですよね。晩ご飯です。麻酔がまだ完全に切れてないんでちょっと食べにくいですね。でももう30分もかからず切れそうやな。てか麻酔した直後水で口ゆすげないですね。口の中に水を含むことはできるんですけど、もうゆすいだら口の隙間からピューって出るんですよ。口どうなってたんやろな。今日も唐揚げ作りました。今日は片栗粉薄くつけたんで完璧な仕上がりです。手上げでいただきます。手上げでお疲れっす。うますぎ。もう今日のは大成功です。うますぎてこれはね、もうビール飲まざるを得ない。ビールが冷えてんのがうまいわ。これ鶏の皮なんですけど絶対サックサクやん。完璧。実はね、もう僕今日は動画撮らないでおこうと思ってたんで、昨日の夜エンディング撮影したんですよ。やけどやっぱり撮っておくことにしました。で今日はね、ティブっていう大阪のバンドのツアーファイナル見に行きます。であと先週僕ライブ用の耳栓買ったんですけど、これまだ試せてなかったんで今日試します。で僕ね、明日もライブ行くんですよ。で明日はアメリカの Anxious っていうバンドのライブに行きます。チャラーン。バンズ新調しました。26.5 センチから27センチにサイズ上げましたね。新調した理由はね、靴に穴開いたからですね。ここにでっかい穴開いてんのと、であとはこことここも開いてますね。なんか一気に3箇所穴開いたわ。で穴開きっぱなしでやってたせいか、このインソールも削れちゃってるんですよね。で今回もね、このインソール剥がします。なんかちょっと硬いな今回のやつ。買った。よしよし、取れた。うわー、中にひっついてる。だる。中にちょっとまだ残っちゃってます。そもそもなんかこれが取れてないわ。こんな感じになってるはずやねんな。いけた。アップね。中こんな感じになるはずなんですよ。これがちょっと残ってたわ。もうこれであとはインソール入れるだけ。新品の靴のインソールいきなり剥がすとかちょっと勇気いりますよね。これで最高に履き心地が良くなります。このインソールじゃないとね、マジで膝痛くなるんで、このインソールでも膝ちょっと痛くなるのに、インソールが分厚いんで今回ハーフサイズ上げてみました。両足の小指靴ずれしてたんでね、これで靴ずれせんかったらいいな。夏に心斎橋までチャリで行けるなら秋になったら余裕やん。なんか今日めっちゃ警察いますね。もしかしたら今日阪神が優勝する可能性あるからかもしれん。今日はライブ5時半から始まるんで、多分8時までには終わると思います。
帰ります。 T シャツ買ったんで早速着替えました。帰ってきました。いやー、ライブ楽しかったです。でこれ TIB の T シャツ買いました。で後ろはねこんな感じになってます。オサカハードコア。いやー、この T シャツね僕前から欲しかったんですよ。ただね白がなかったんですよね。やからようやくこれゲットできました。いやー、めっちゃいいっすね。で今週ねようやく歯の治療できました。結構お金はかかるんですけど、これはね間違いなく払う価値はあるかなと思います。僕はね服とか髪型にお金かけるよりも最優先で歯にお金かけた方がリターンでかいと思ってるんですよ。長い目で見てもそうですけど、もう歯の矯正とかもねほんまに 100% やってよかったなって思ってるし、だからね、できるだけ今ある歯を大事にしていきたいですね。もう天然の歯は一回失っちゃうとどんだけお金かけても元に戻らないんで、今週も最高に楽しかったです。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。